皆さんこんにちは、福良美恵です。ただいま実家大阪に帰ってきております。今日は何の日でしょうか。はい、大親友あやの結婚式で大阪に帰ってきております。今日結婚式この後14時頃受付で、今の時刻が1時なんですけれども、この後結婚式場に移動します。で、私が行ったことはないんですけれども、自分も好きな式場のうちの一つだったガーデンオリエンタル大阪さんで挙式があるので、そちらに伺いたいと思っております。そしてですね、私には大事なミッションがありまして、半年ほど前ぐらいかな、親友のあやちゃんから結婚するねんということで、結婚式やねんけどスピーチ読んでくれへんかなとお願いをされました。で、私とあやはですね、中学2年生の頃からずっと一緒に仲良く小学校は違うわ中学校、高校、大学、そしてバイト先も一緒という、もう超ずっと一緒にいたお友達なんですけれども、その親友の友人代表スピーチをするという、ミッションがあります。ミッションというか、もう光栄なことですよね。とってもこれまでに MC とかなんかの式典の司会とかって何度かね、お仕事いただいてはいたんですけれども、それって基本台本があって、それに沿って状況に応じて臨機応変に対応していくみたいな。で、基本は自分の言葉ではありますが、台本があってのなんか進行だったんで、マイクを握ることは慣れていると思っていたんですけれども、何年か前に沖縄で友人の結婚式があった時に、当初読む予定じゃなかったんですが、皆さんの前で突如手紙書いてきたんで読んでくださいということで、そこで初めて人生で友達の前でスピーチをしたんですけど、その時とんでもなく手が震えたんですね。やっぱり自分で書いた手紙を自分の言葉で読むって、やっぱり感情が台本の時とまた桁が違うぐらい入るわけですよ。なんでその時もちょっと多分泣いてしまったんですが、今回もちょっと半年ぐらい前から事前にお願いしてもらってたので、やっぱり本当言葉一つ一つ選ぶのもすごく慎重に選びましたし、かつなんかダラダラなりすぎないような限られた時間の中なので、なんかそういうのを考えながらですね、真剣に私も手紙を書きました。で、今日読むということで、とにかく自分でこういうね、司会の仕事とかもいただいておきながらなんですが、緊張せずゆっくり深呼吸しながらですね、無事に、読み上げたいなと。そして結婚への祝いの言葉もね、しっかりとお伝えできたらなと思っております。はい。で、今日はですね、式場でも動画をちょっと撮っていいということだったので、回してみようかなと思っております。で、今日の衣装はちょっと今ここしか見えていないんですが、後ほど載せようかなと思います。こんな感じです。事前の打ち合わせでちょっとずるいんですが、会場の雰囲気、色味とかどんな感じっていうのをあやちゃんに聞いていたので、グレーパープル、それしか聞いてなかったんですが、衣装はちょっとその色味に寄せてみました。はいですね。このデコルテ、肩がバッていったタイプの色味ですね。よく見たらですね、ここに金箔とかもつけてみました。勝ち盛りヘアです。今日はなのでお呼ばれヘア、お呼ばれドレスというのを久しぶりに着てみたので、またアップします。それではまもなく出発時刻なので、歩いてちょっと駅まで行って、式場に向かいたいと思います。では今日も素敵な一日になるように行ってまいります。はい、ガーデンオリエンタル大阪式場に到着しました。
とっても素敵な式場でしたね。ちょっとお天気心配だったんですが、朝だけ降って午後からは晴れましたね。持ってよかったです。そしてもう張り切りすぎて誰よりも早く一番に来てしまいました。ちょっとウーロン茶を飲みながら落ち着いて、しっかり書いてきたお手紙予習をしながら皆さんを待っていました。このようにですね、受付に可愛い新郎新婦のお写真だったり思い出の品々飾られておりました。仕上がってますね。可愛い。さあ、そして式場チャペルの方に移動します。後ろには中学の同級生もぞろぞろと揃ってますね。そしてこのタイミングで自分の名前が書かれたカード、この後の披露宴で座る席順が書いてあるカードをここで取るみたいです。なんかこの一つ一つの手間をかけて来てくれた皆さんに楽しんでいってもらおうというね、あやの細やかなホスピタリティ、素晴らしいなと思いました。いよいよパパパパーンの瞬間です。美しかった、本当に。もう扉開いた瞬間、私もちょっと涙をこらえきれなかったんですが、本人が一番泣いてましたね。さあ、そして指輪のはめる瞬間、なんかいよいよパートナーと歩むんだなという実感がここでしっかりと湧いた気がしますね。本当にお似合いのカップル、お似合いの夫婦になりました。親友あやよ、幸せになってね。さあ、女性陣ブーケトス終わりました。中学時代の友人が勝ち取っていましたね。私は残念ながら取れませんでした。そして旦那さん、学生時代にサッカーをしていたそうで、サッカーでこのトスされてました。オリジナリティあふれる様子が伺えましたね。さあ、こちら新婦側の友人たち、皆さんカメラを向けたらね、初めましての方もいましたが、たくさん手を振ってくれました。そしてあやの妹ちゃん、あんなにちっちゃかったのに大きくなったね。美味しそう。なんかでもさ、結婚式の話であやに呼び出された時に、最初スピーチやと思わへんけどさ、踊ってくれの頼み事やとかさ、踊るんって最初聞いちゃった。おめでとう。ホステルで配布されながらのケーキ入刀。せーの、おめでとうございます。山瀬高橋さん、今日は愛を受け止めていただきますよ。せーの、ナイスキャッチ。かっこよすぎる。これよりお二人へのお祝いのスピーチ届けてくださいますのは、新婦綾乃さんの中学からのご
ご友人でいらっしゃいます福良美恵さんです。どうぞご登場ください。私が入院した時にみえがお見舞いに来てくれたぐらいすごい友達思いなみえで、私が叶えられなかった夢でもあることを叶えてくれたと言いますか叶えてくれた友達で、みえといる時はすごい前向きになれるそんな存在です。はい、ありがとうございます。それくらい大切なご友人ということを皆様にお伝えいただいて、それではみえ様からもお祝いのスピーチを届けていただきましょう。はい、高谷さん、綾乃さん、そしてご両家の皆さんも本日はご結婚おめでとうございます。先ほどご紹介にもありました、綾乃さんの中学時代の同級生、おかけくださいはい、先ほどご紹介にもありました中学時代の同級生であり親友でもあります、福良美恵と申します。本日は手紙を書いてきましたのでちょっと緊張するので読ませてください。これからはあやと呼びます。あやへ、あやと初めて出会ったのは中学2年生の時、今年で28歳になるので、もう気づけば人生の半分以上を一緒に過ごしてきたんだなと今改めてしみじみと感じます。初めてあやを見た時は今でもよく覚えていますが、当時学年トップでその成績でいながらも勉強も部活もできて、それでいて可愛らしくて、こんな完璧な人漫画の世界以外におるんやと本当に衝撃でした。きっとあの時から私はあやに憧れていて、気づけば私たち親友になっていたんだなと思います。中学の頃は私たち韓国アイドルに夢中になって今来ているミキ、ゆめかと一緒にダンスの完コピをしてですね、少しリズムに乗り切れていない綾乃が可愛くてよく笑いながら練習しましたね。初めて K-POP アイドルを追いかけて夜行バスで東京へ行ったり、当時私たち2人がハマっていたファッション誌「リリ」のモデルさんを追いかけて高校生2人がウェディングイベントに参加するというかなり場違いなことがありましたが、今では大切な思い出です。そして先ほど綾乃さんからもありましたが、綾からもありましたが、私の人生を振り返ると人生の分岐点にはいつも綾がいました。高校1年生の夏休み、綾と一緒に行ったオープンキャンパスが後に私の母校になります関西外国語大学との出会いでした。もし誘ってくれなかったら今の私はなかったと思います。そして綾が私に「美恵は背も高いし客室乗務員 CA さんが似合いそうだね」と言ってくれた一言、あの言葉が私に夢を持たせてくれました。最終的に私は CA にはならなかったけど、今はその得意な英語を生かしてスポーツの現場で選手にインタビューだったり通訳として、そしてバイリンガル司会の仕事など違う形で今は夢を叶えられています。本当にあの時の一言が私の原点です。そして今でもご家族の皆さんと一緒に私のテレビやラジオを応援してくださって励ましてくださってありがとうございます。私の大きな支えになっています。同じ大阪の街で育ち、泣いたり笑ったり時には迷ったりしながら数えきれないほどの初めてを共に経験し、気づけば私たち大人になりましたね。今日こうして綾乃の人生の新たな門出を見届けながらこれまでの人生を振り返ると胸がいっぱいになります。
るイメージではありますが、結婚しなくてもいいこの時代に、結婚しなくても幸せになれるこの時代に、私はあなたと結婚したいのです。この言葉通り、高谷さんと共に生きることを選んだあなたの姿が、世界中の誰よりも何よりも美しく、尊く感じられます。そして高谷さん、これから2人でもっともっと素敵な初めてを経験し、笑顔あふれる家庭を築いていってください。私にとってかけがえのない親友の綾が、これからは人生のパートナーであるかっこよくてマッチョな高谷さんと共に歩んでいく姿を心から嬉しく思っています。どうかお二人らしい明るく温かい日々が続きますように。本日は本当におめでとうございます。親友の福良美よりおめでとうよ。皆様へのもう一つのプレゼントがございます。新郎新婦お二人から皆様へのプレゼントはこれより映像にてご覧いただきます。続けんだよ。でもいる厚かましいります。ありがとうございます。おめでとうございました。ありがとうございます。 YouTube 乗る。いやー、もう一日中素晴らしい感動する結婚式でした。改めておめでとう。そして最後までご覧いただいた皆様ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。